最初ネロンガとこうやって組んでホモレツの時は別にえ少しぐらいどうー、のこうのってえやっぱり火薬使ったりガソリン使ったりね火を使ったりっていうところはやっぱり怖かったですね。ですよ。うん、ですから、だんだんそうやって派手にもなっていくわけですけれども、そうですよ。まず派手では すね。中島春夫さんとの一騎打ちですからそうですね。ね。これが大変でしたね。ウルトラマンこのネロンガ戦だと最初にですね、登場して、このネロンガに対して胸を叩くんですけれども、レッドキングの時もやるんですけども、この時は手のひらでドンとやるんですね。あれがまたいいなって思うところなんですけど、そう。あれは誰の、あれは誰でしょうね。もう僕かもし多分、れないし、高野さんかもしはい、れないし、えその辺はね、みんなでやったやつですからね。ネロンガのこの電撃をですね、胸に受けてどうだってそういう、そうそうそう。はい、ね。それ聞かないは、っていう。要するに光線がね、撮影で出てるわけじゃないですからね。その辺がやっぱはい。り大変でしたようーね。ん、もうタイミングがね、えはい、光線出すよってこっちが言ってね、えシュッて言うと、バーッとはい、ね、やる。胸を張ってっていう。でそのタイミングがね、は大変でしたい。ね。だから、特撮と本編の違いっていうのは、うーそういうもんですん、うーかね。ん。やっぱり中島さんがそこで立ち回りを最初につけたのがウルトラマンの格闘のベースにやっぱなってますよね。ですね。うはい。ん。それは確かになってますね。ですから最初、こう、ネロンガが突進してくるのウルトラマンが闘牛士じゃないですけど、ひらりと避けうん。ねて、え。変電所のセットをはい。こうやって壊していくところが、壊していくっはい。てね、あれもすごいですよね。中島さんもえね。平気でやってるんですもんね。大したもんだと思いましたよ。こう、もう本当に牛と戦ってるみたいな感じと言いますか、こう、のしかかられてきて、ねえ、重いしね。ボタ山をこう、転がれ落ちることがあるところもありし。ますし。で、足でこう、レオンガを、えいっとこう、弾き飛ばすのはかっこいいんですけれども。まあね、やっぱり今思うとね、中島さんでよかったのかもしれないですいや、ね。これはね、もう、最初に撮ったと思えないぐらい、戦いが充実してますよ。ねえ、これすごい、今を見てもすごいですよ。カラータイマーがこう点滅して、転がり落ちて、結構火が手前で燃えてるんですけども、あれは結構近かったんじゃないかなって。もう、いや、本当そう日です。越しにカメラがねウルトラマンとネロンガで捉えてますし、え、やっぱりね、火は怖いですね。いや、それは特に視界が狭まって狭いですかやっらね。ぱ暑いですね。暑いと、午後がやっぱり暑いですね。カットしてスタッフが触ろうと思っても、やっぱり触れないぐらい暑かったって言っうーてましたよね。ん。で、頭からね、チャックを下ろす、はい。その金具がね、フェンチじゃないと触れそうないぐらいなんですよ。暑いっつって。これ別のイベントでね、お聞きして、そうかって思ったのが、ウルトラマンのジッパーはうん。金具だったっていう、鉄製だったっていうそうなんですよことですよね。ね。その頃は鉄しかなかったですからそうですよね。今みたいなね。プラスチックのジッパーとかないですよね。ないです、ないです。確か家督隊の制服も多分金具だったような気課題でしょがしますね。う。うん。だから、ここが熱くなるわけですよね。こう、そうです。下から上にこう締めるわけで、そう。頭の後頭部に後頭部に、隠して、そうです。ジャック隠しがあって、ジャックがあるわけですけど、それが、ね、火の撮影だとやっぱり熱くなって、熱くなって、捨てちゃう。触れない。うん。生々しいお話です。そうです。すごいすごいな、話で。で、またこのネロンガとの戦いなんですけども、星野くんがですね、星野少年が、うん。スパイダーショットで、最初ネロンガの片目を、あ、こう、はいはい。はい、ちょっと潰してまして、うん。その後ウルトラマンとの戦いでウルトラマンがこの、ネロンガの、この、うん。一本角を折るんですようん。ね。そうですね。おりましたね。これは、どのあたりからこういう、まあ、中島さんが、何ですか、折っちゃおうかっていう感じなんですか。高野さんですよね、これ。やっぱり物が、怪獣のこの、ね、この造形を、まあ目を壊しちゃう。その前に、はい、壊してしまうっていうことですから、やっぱり相当打ち合わせをしないと、残酷ですよね。いや、今考えるとね。いや、こそう、れが、やっぱりうね、ん、命を大奪っ事ていく。まにあ、いやいやいしなや、きゃなというね、今考えるとね、やっぱり多少そういう残酷でしたね。ところもあるんですよね。でもね、子供たちはそういうところも含めて好きになってしまうという、ねえ。はい。
かなりウルトラマン危機一髪ですから。うん。で、この投げるシーンが出てくるんですけど、はいはい。その前に首を首をね。掴んで、うん。こう、あれは中島さんの動投げられきでしょうね。の技そう、ですよね。技ですね。やっぱ重たいのはね、投げられないですよ。いやー、そりゃそうです。いや、その後総演で、こう、よいしょっていう、この、うん。ウルトラマンが、ネロンガを持ち上げるっていうシーンが、ありましたね。はい。あれはピアノね、で、ピアノ線で釣らないと到底無理なんでね、うんやりましたけどね。あれがね、ちょっとご苦労されてるなって思うのが、やっぱりそのホリゾンとの関係で、あれどうなんでしょうね。立っちゃうと多分、あれ、ホリゾントまで、上まで出見えちゃう。ちゃうでしょうね。なんか切こう、多れちゃうでしょう少こね。う、ウルトラマンも、そう。ね、ちょっと低姿勢なそうですよ感じで、えね。いとやって投げて、うん。立っいやー、てないですからね。そうですね。まうん。あ、あの辺はね、なだって立っかなか、て、重そうでまた見えるんですよ。また、こんな感じになってるもんね。で、投げて。そう。でもそういう意味ではね、いろいろ試行錯誤でしたね。そういう意味ではね。でも中島さんのやられっぷりがやっぱ素晴らしくて、角を折られた時の苦しみもだえる、ねえ、あこの、んなのよくやりますよね。仰向けになってジタバタとか、本当によく動かれてるんですよ。普通ね、あの重さではね、動けないですよ。僕も一度違うのに入ったことありますけどね。まあ、立てないですよ。重くて。で、臭いしね、中はいや、ね。まあこれは独特の匂いがありますね。もう到底僕は無理だなと思いましたね。でもウルトラマンも、やはうり、でも、ん。ご自分だけのそう、そう衣匂いです装だからっからね。うていうのはありますけどんうん。ね。それでも、二度三度入るのは辛いって辛いいう、ですね、やっぱりね。ありますよね。最初に撮影のその朝、袖を通すのはまだ いや、そうです、そうです。いいと言えばいいと言いますうん。か。全然、もう乾いてますからね。うん、うん。それはただ全然冬は冷たそうですが。冷たいですよ。だから、照明さんに、こう、ライトを当ててもらうんですよ、あ、中。なるほど。中。で、それは中が初めて知った。温まって、ビンちゃんいいよっつって、それでこう入れるんですよ。昔、こう、丸いね、丸い、要するに、ライト、はい。何個か持って、はい。こうやってね、当てる。ああ。で、それの方がね、こう当ててくれるんですよ。今はね、ウルトラマンの裏地がついてるかそう、らいいんで、その、かなりこの、そう、この間入った快適に、時ね、はい。裏地がついてた。びっえーくりしましたよ。あの時は裏地なんかないですからね。当時は、あれ、滑らない。黒ですか？黒です。そうですよ黒で。ね。本当に黒で。素材のままの色で。で、無理に引っ張るとね、こう、うん、のりがついてるとこが剥がれたりね。接着してますからうね。ん。縫ってないですからね。そこがね、こういう、ちょっと破れたりね、するんですよ。だから無理はできない。まあ夏場は着やすい。でも汗をかいてると滑らないっていうのもあるんですよね、また。滑れないです、汗かいたんです。だからこのウルトラマンがクランクインしたこの4月は3月あたりだとまだ寒いで寒かったですよね。すよね。撮影入って。寒そうなるとやっぱりこのライトで温めるっていうのはなかなか知りませんでした。でやっぱり、知恵でね。だんだんこう、最初はヒヤッといやいや、もう、入れないですよ。冷たくて。シッカロールを使ってパウダーを振って、ね、セットじゃなくて、セットのそばにあるね、控室にこう吊るしてあるだけですからね。えで、クーラーが効いて、ね、暖房が効いてなんてあんまりないですからね。まあ、そういう意味では、こうやって生活の知恵っていうか、その時の知恵っていうね、ライト当てりゃいいんじゃないかみたいな。でもそれは、なるほどって感じですね。